つくまえや足間にともすかがり人、共に消えゆく我が身なりけり。はいどうも皆さんこんにちは。今回は関ヶ原の戦いについてお話ししていきます。石田三成率いる西軍と徳川家康率いる東軍が激突したこの戦いですが、前回の動画で西軍が挙兵した経緯はお話ししました。その後東軍と西軍が関ヶ原で激突するんですが、これ以外にも全国各地で争いが起こっています。しかしそれらの戦いまで見ていると話の流れがわからなくなってしまいますので、今回はそれらの戦いは扱いません。関ヶ原で起きた本戦のみを扱います。それでは早速前回の振り返りから始めていきましょう。安土桃山時代末期、徳川家康は自分に従わない人々を排除して権力を握っていました。そんな時に上杉景勝が家康の命令に従わなかったため、家康は景勝を倒すために東へと向かっていきます。この隙をついたのが家康に反抗する石田三成でした。石田三成は家康に反抗する人々をまとめ上げて連合軍を結成し、家康打倒のために挙兵したんです。さて、ここで一人関ヶ原の戦いで活躍した人物を紹介します。大谷義次です。大谷義次というとゲームやドラマでは白い頭巾で顔を隠したような姿をしていることが多い人物ですが、これは病気によって顔がボロボロになっているのを隠しているからです。もともと家康に従っていた大谷義次は家康についていこうとしたのですが、その途中で親友である石田三成に呼び止められて家康に反旗を翻すという話を聞かされます。驚いた義継は三成を説得しましたが、三成の意志は固く、何と言っても聞かなかったので、三成は負ける可能性が高いと思いながらも、親友を見捨てることはできないと考えて三成に味方する決心をしました。このようにして三成は味方を増やしていき、いわゆる西軍を結成していきました。その後西軍は家康に向けて手紙を書き、そこにこれまで家康がしてきた罪を書き連ねました。大まかな内容を言うと、徳川家康は豊臣秀吉の遺言に背いた、我々は豊臣家のために家康と戦うという内容です。とはいえ家康としても言いたいことはあるでしょう。私が行ったことは豊臣秀頼の名のもとに行ったことだ。お前たちは豊臣家に逆らうのかということを言いたいでしょう。こうして西軍と東軍どちらも豊臣家のためと主張して争うようになっていきました。さて、この頃徳川家康はどこにいたかというと、小山に着いたところでした。この段階での家康は上杉氏と石田三成たちで挟み撃ちをされるような形となっており、ピンチに陥った状況でした。そこで家康は従軍していた大名を集めて会議を開き、上杉氏への攻撃を中止すべきかどうかということを話し合います。そこで家康は、もしも西軍、つまり反徳川勢力につきたいならば遠慮なくそちらについてもらって構わないと発言しましたが、福島正則が家康に味方すると宣言すると、それに伴って他の武将たちが我も我もと家康に味方していきます。それどころか山内和豊という人物が進み出て、私は居城を家康に差し上げると宣言します。山内和豊という人物は掛川城の城主でした。掛川城というのは遠江美濃国、現代でいうところの静岡県にある城です。つまり和豊は家康が西へと戻る時の道沿いに城を持っていたのです。これを聞いた東海道に所領を持つ武将たちは山内和豊に続いて居城を提供していきました。このように多くの人々が味方すると言ってくれたことで逆転の兆しが見えてきた徳川家康ですが、最終的に福島正則と池田輝政を先鋒として西へと向かわせることで話は落ち着きます。一方、対する西軍の人々は美濃国の大垣城にいました。そこへ東軍の先鋒である福島正則と池田輝政が到着。ついに戦いが始まるかと思われました。しかしいつまでたっても家康が到着しません。福島正則たちはだんだんと家康に不信感を抱くようになっていきます。そこに家康からの使者が到着し、家康は風邪をひいているので出陣が遅れると言ってきたのです。これに福島正則は激怒。我々は捨て石にされただけかと怒り狂いましたが、ここで黒田長政が、家康は我らの本心を試しているのではないかと発言しました。要するに家康は我々に戦う意志があるかを試しているのではないかと考えたのです。
これを聞いた福島正則は、もしそうならば西軍の岐阜城を落としてみせると言って決起して岐阜城攻略へと動きます。岐阜城というと山の上にある城で防御力も高く、織田信長が居城としたこともある城です。そのような城が3日で攻略されるというのは西軍の人々に相当なショックを与えました。岐阜城を失った西軍は美濃国の支配力を大きく失ってしまい、東軍はそのままの勢いで大垣城まで兵を進めました。ここで徳川家康がついに重い腰を上げます。徳川家康は軍勢を2つに分けて江戸を出発。自分は東海道を通って西へと向かい、息子の秀忠には中山道を通って西へと向かわせました。しかし秀忠は真田昌幸の妨害にあって全然到着しません。そうこうしている間にも戦況はどんどん移り変わっていきます。そのような戦況の中でついに家康は秀忠の到着を待たずして軍勢を移動。こうして始まったのが関ヶ原の戦いです。関ヶ原が位置するのは現在でいうところの岐阜県西部です。この関ヶ原は東に南宮山、西に今須山、南に鈴鹿山脈、北に伊吹山系という山に囲まれた地形、つまり盆地となっており、交通の面では当時は東西に中山道が通っており、北には北国街道、南には伊勢街道という交通の要衝でもありました。そのような地形で行われた関ヶ原の戦いですが、西軍は盤石な体制を整えて待ち構えていました。石田三成が大垣城で東軍に睨みを利かせている間に、関ヶ原へと西軍が集結。関ヶ原の守りを固めていきます。西軍の作戦としては、あとは豊臣秀頼を関ヶ原に迎えるだけで勝ちが確定するといった状況でした。なぜかというと、家康は秀頼公のためという大義名分を使っていたので、秀頼が西軍についてしまうと家康は西軍と戦うことはできないからです。しかしご存知の通り、関ヶ原の戦いの勝者は徳川家康です。秀頼が関ヶ原へ到着することはなかった上に、家康は完璧に見える西軍の作戦の穴をついていきます。なんと家康は関ヶ原の東側に布陣していた毛利軍を寝返らせており、やすやすと関ヶ原へと入り込めたのです。とはいえ、このまま関ヶ原に入り込むと3方向からの挟み撃ちを受けてしまいます。しかし東軍にはもう一つの切り札がありました。南側に位置する小早川秀明、彼も東軍に寝返らせていたのです。こうなると東軍が関ヶ原に入ってきても挟み撃ちすることはできません。形勢はほぼ互角となりました。鉄壁と思われた西軍の防御体制は戦いが始まる前から崩壊していたのです。さて、このような裏切りが明らかになると、大谷義継は急遽持ち場を変更し、小早川秀明に対応していきます。これを受けて石田三成も関ヶ原へと移動して、東軍も関ヶ原へと到着しました。こうして戦闘が開始されたのです。東軍の総大将徳川家康が陣取ったのはここ、桃配山と呼ばれる小さな山です。家康はここから西を眺め、全軍の指揮を取り始めます。余談にはなりますが、ここははるか昔、大天王子という人物が人心の乱という戦いに際して兵士たちに桃を配ったという伝説が伝わる山です。大天王子はここで桃を配った後に人心の乱に勝利したので、家康もそれにあやかってここに本陣を置いたと言われています。対する西軍の指揮を執る石田三成が陣取ったのはここ、笹尾山の麓でした。近くには三成の右腕である島左近が布陣しており、急な作戦変更にも何とか対応していました。しかし一度できたほころびはだんだんと大きくなっていきます。盤石と思われた西軍の布陣は寝返りによって崩壊し、たったの2時間で西軍が劣勢となっていきました。こうして関ヶ原の戦いはあっけなく東軍の勝利で終わるのですが、有名な伝説を2つ紹介しておきます。1つ目が大谷義継の最後です。冒頭でもお話しした通り、大谷義継は病を患っていました。この頃には体が思うように動かずに、腰に乗って軍勢を指揮しているほどでしたが、小早川の裏切りにより最後を悟った義継は、病気で崩れた醜い顔を敵にさらすなと言い残し、家臣である湯浅五助の解釈を受けて自害します。
呉助は戦場を離れて義継の首を隠しに行くんですが、隠した直後に東軍の武将に見つかってしまいました。呉助はその武将に首の在りかをばらさないでほしいと頼み、代わりに自分の首を差し出しますと言って、ここで生涯を終えています。このような経緯があったので、大谷義継の首は見つかっておらず、今も大谷義継の墓の横には湯浅呉助の墓が寄り添っているのです。もう一つの伝説は島津の軒口という伝説です。西軍として参加した島津義弘の軍勢は隊列を崩すことなく奮戦していましたが、西軍の壊滅により周囲に味方がいなくなってしまいました。もしこのまま西へと撤退すれば袋のネズミとなり、家康の思うつぼ、それならば逆に東へ、つまり家康の本陣めがけて撤退するという意表をつく撤退戦を仕掛けます。これが島津の軒口と呼ばれる撤退戦です。普通は撤退というと後ろへと撤退するのに、島津義弘は前に撤退するという異常な行動を取ったことで、家康本陣のすぐ近くを突っ切るという事態になります。こうして戦場を離れることに成功した島津義弘は伊勢を経由して撤退していくのでした。こうして関ヶ原の戦いは東軍の勝利に終わり、戦後処理が行われていきます。西軍の総大将は毛利輝元だったので、毛利氏は罰を受けました。領地を周防、長門の2国に減らされたのです。そして実質的な大将だった石田三成も捕まってしまい、京都の六条河原で処刑されます。こうして関ヶ原の戦いは家康の勝利で終わり、西軍の武将は政治の中枢から外されてしまうのでした。さて、いかがだったでしょうか。関ヶ原の戦いの伝説は今回の動画でお話しした話の数倍はありますので、興味がある方は調べてみると面白いと思います。関ヶ原の戦いにより五大老五奉行制は完全に崩壊。家康が秀頼の部下として政治の実権を握っていきました。しかしこの立ち位置に動きがあります。家康の征夷大将軍就任です。これをきっかけに豊臣政権の終焉が訪れて、徳川の世が築かれていくのです。ということで次の動画は忙しい人のための江戸時代です。それではまた次の動画で。